黄巾の乱とそれに続く徴税強化をきっかけに各地で反乱が続発し、漢王朝の支配は崩壊の危機にあった。そうした中、北方の幽州では新たな火種が生まれていた。遥か西方の領州では扁松、漢水の乱が発生していた。朝廷はその鎮圧のため異民族である右岸の騎兵3000を挑発した。引率を命じられたのは若き将軍公孫さんである。しかし役人たちの不正によって兵糧の供給は滞った。不満を募らせた右岸兵は命令を無視し、続々と故郷へ帰ってしまった。この事態に目をつけた男がいた。呂陽軍の長順である。天下の強兵は領州兵、そして右岸と戦費だ。だが今の朝廷には彼らを統御する力がない。右岸を手足として操れば天下も夢ではない。長順は同軍出身の長居を訪ねた。今や右岸は背いて逃亡し、皆が反乱を望んでおります。領州の族が兵を起こしても朝廷は平定できず、洛陽では2つの頭を持つ子が生まれたと聞きます。これは官庁の奇数がつき、天下に2人の君主が現れる兆しです。もし私と共に右岸を率いて兵を起こせば大業を成し遂げられるかもしれません。私はあなたを君主として奉じたいのです。官庁の奇数が尽きるなら自然にこれに代わるものが現れるだろう。私がどうして君主になれようか。王者の網から鹿が逃げれば磁力に優れた者がそれを得るのは当然です。あなたの知力冬瓜の武力、これを私が結びつければ無敵となるのです。あなたは心配なさる必要はありません。そうか。そこまで言うならば共にかけてみよう。決まりですな。長順と長居はついに兵を挙げた。二人は右岸の大臣である旧力挙と同盟を結ぶ。我らの騎兵を仮装、漢を倒し望むものを手に入れるのだ。長順と長居は諸軍の右岸を救合し、その総帥となった。反乱軍はまず幽州の中心都市である慶県へ進軍した。攻め落とせ、もう焼き払うのだ。慶県は炎に包まれた。城郭は焼かれ、住民は捕虜として連れ去られた。長順様だ。昔と変わらぬ。我らも従います。長順を以前から知る人々は彼を歓迎し、続々と反乱軍へ加わった。反乱軍の勢力は急速に膨張していった。よし、次は右北兵軍だ。あそこにはボウガン行為がいる。奴を破れば幽州に敵はない。これを迎え撃ったのが高岩行為、高騎長と北兵大将劉星であった。反乱軍を止めるのだ。ここを突破させてはならん。しかし両軍の実力差はあまりにも大きかった。突撃、漢軍を踏み潰せ。草原で鍛え上げられた右岸騎兵が荒れ狂う。敵の騎兵が速すぎる。防ぎきれません。戦線は瞬く間に崩壊した。無念だ。高騎長劉星が主に戦場で討ち死にした。こうして幽州北部の防衛線は完全に崩壊する。まずは東へ向かう。両党まで手に入れるぞ。背後を固めてから幽州、紀州を平定するのだ。そうすれば天下が我らのものとなる日も近いな。反乱軍はそのまま両党へ進撃した。兵頭大衆揚州は必死に抵抗したが力及ばない。最後まで戦うぞ。激戦の末、揚州は打ち取られた。長順軍は両党を蹂躙し、その勢力をさらに拡大していく。反乱軍は両西軍の比守に大軍を集結させた。長順に従う兵士と民衆は十数万に達していた。巨大な軍営を見渡しながら長順は満足げにうなずいた。我らはもはやただの賊軍ではない。漢にとって変わる者たちだ。その通りだ。ならば天下にそれを知らしめてやろう。長居はついに決断した。今日よりわしは天使である。漢の皇帝に代わり天下を治めるものだ。犯罪。さらに長順も新たな称号を名乗る。俺は美天将軍、そして安定王だ。二人はもはや反乱軍の首領ではなく、新たな王朝の総司書を辞任していた。各地の州軍へ書面を送れ。我らへの降伏を呼びかけるのだ。去った漢を見限って我らに味方する者が増えれば、いよいよこの天下は我々のものになるでしょう。使者たちは四方へ散った。その書面は幽州だけでなく東北西州や遠州にも届けられた。国将様、幽州より書面が届きました。どれどれ。秦はこの度幽州の民より天子に衰退された。天命の尽きた漢朝に代わるものであり、漢の皇帝は間もなく退位する。公卿たちはあれを迎えに来るであろう。軍国は進んで我らを迎え入れよ。なんと大胆な、本気で皇帝を名乗っているのですか。はあ、なかなか大きく出たものだ。返書を送りますか。いや、このような文書に返答する必要はない。洛陽の朝廷へ報告するだけで十分だ。しかし彼らがこの西南国へ攻めてくる可能性はありますか。黄河を越えてここまで来るとは考えにくい。だが幽州と紀州の情勢は注意深く見ておく必要がある。幽州東部はほぼ手中に収めた。次はどう動く。
黄河の北を全て支配下に置きます。紀州と清州を攻略すれば天下への道が開けるでしょふふふ、夢が広がるじゃねえか。う。祖母園5万の補給を率いて南下せよ。金銀財宝も労働力も略奪し放題ってことでいいんだよな。不願祖母園は5万の兵を率いて出陣した。その大軍は清州と紀州へ向かって進撃する。法事に長順と旧力挙も各地で攻勢を強めた。詰め軍権を踏み潰せ。反乱軍は武陽軍を蹂躙した。韓国を離した。北海軍への戦火が広がる。集団逃げろ。さらに反乱軍は深く内地へ侵入した。平原軍が陥落する。清河国も攻撃を受けた。守りきれません。敵な情報を破りました。官吏は殺され、住民は連れ去られた。反乱軍の勢いはとどまるところを知らなかった。見たか、艦長などもはや偶然の灯火だ。天下が我らのものとなる日も近いな。わはは。長順長居は右岸兵を用い、破竹の勢いで河北を蹂躙していったのである。先日は西方の領主弟子の公妃、寛陽大使の負傷が打たれたばかりだ。南方の慶州調査でも反乱が続いている。そして今度は北方の優秀か。もう手が回らないぞ。長順と長期の勢力は予想以上に大きくなっています。武願の騎兵まで味方につけました。優秀はほぼ敵の手に落ちてしまった。このままでは紀州も清州も危うい。国にか韓国が問題です。この地は陛下と永楽太后が生まれ育った土地ですから。そうだ。加官が陥落すれば朝廷の威信は失墜する。陛下に申し上げて、紀州、清州の州軍へ御事の利を下し、長順討伐を命じるとしよう。承知いたしました。こうして討伐命令は各地へ発せられた。清州十字は御事の利を受け取り軍勢を集める。反乱軍も討たねばならん。直ちに出陣する。はっ。討伐軍は北へ向かって進軍した。その途中、一行は平原軍へ入る。十字殿、お待ちください。何者だ。私は平原の劉紙兵です。ぜひ推薦したい人物がおります。ほう。優美という若者です。器用を重んじ、人望があり、戦場でも頼りになります。パンと小野劉備はこの時平原軍にいたのである。劉備は類まれな対人能力を武器に、この地でも人脈を広げ、人々の支持を集めていた。その男を呼べ。白軍の劉備です。おお。大主は長順討伐に参加する気はあるか。もちろんです。国難を前にして見ているだけでは売れません。よし、三軍として従軍せよ。は。ようやく俺たちが腕を振るう機会が来たぜ。反乱軍なんぞ俺が蹴散らしてやる。こうして3人は討伐軍と共に出発した。武願の騎兵と歩兵が前方に現れました。こちらに向かってきます。しまった。偵察隊を使っておくんだった。逃げますか？戦いますか？逃げきれないだろう。戦うしかない。気やだったな。俺ら相手にやってやる。張飛は邪棒を振るいて騎兵を次々となり倒した。うわ、化け物か。道を開けよう。すごい。あの二人だけで何十人倒したんだ。ただ戦局は変わらない。武願騎兵の数が多すぎた。回り込め。側面から叩け。機動力に勝る騎兵が四方から襲いかかる。落ちません。隊列が崩れます。退却だ。退却しろ。歩兵主体の政府軍は総崩れとなった。さあ、どこまで持ってきやがる。これは手強い。まずいな。番戦の中で劉備は負傷した。そして野原に倒れ込む。ここまでか。生き残りを探せ。首を取れ。劉備はとっさに息を潜めた。死んだふりである。こいつは死んでいる。放っておけ。敵軍はそのまま通り過ぎていった。しばらくして周囲が静かになる。助かったか。その時、お、劉伝徳殿ではないか。君か。生きていて何よりだ。早く車に乗れ。ここは危険だ。本に切る。劉備は知人の車に乗り、その場から脱出した。こうして若き劉備は九死に一生を得た。赤丸です。長順が急速に勢力を拡大できた理由は右岸兵の軍事力を利用したことによるものでした。これは領州で羌族と手を組んで拡大した偏将、関水や100年以上の地に鮮卑族と手を組んで優州を支配した欧春とも通ずるものがあります。それにしても劉備、戦では敗北しましたが、見知らぬ土地でも彼を推挙してくれる人や彼の危機を救ってくれる人が次々現れるなど、彼のサポーターを集める力は絶大なものがあると改めて感じざるを得ません。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。